感覚過敏は脳の機能の障害によるものです。聴覚過敏は聴覚野の音の情報を選別する機能に障害があることが分かっています。ASD では視覚過敏も多く見られます。一般には気にならない明るさが白飛びするくらいに眩しかったり、物が動くと色が失われたり、その現れ方は人によって様々です。触覚や嗅覚が過敏な人も少なくありません。ただし感覚については普通だったり、むしろ鈍感な人もいるようです。感覚異常を含め ASD は脳に何らかの機能不全があると考えられています。そのため ASD の子どもでは言葉や身の回りの環境、物事の流れなどを理解する認知機能、また知覚の情報処理に不具合が生じており、それらの不具合が ASD の特性と関係していると考えられます。幼児の頃には感覚上の特性を背景にして視線が合わない、あやしても笑わないなどの特徴的な発達をし、やがてこれら3つの要素へと発展していくと言えるでしょう。まずコミュニケーションの障害として現れる症状には、話し言葉の遅れ、話す能力があっても会話が成立しにくい、オウム返しや疑問文による要求など独特の言い回しをする、ごっこ遊び、モノマネ遊びをしないなどが幼少期に見られます。対人関係の困難では、視線や表情、身振りなどの非言語的コミュニケーションが理解できない、相手の考え、気持ちを察することが困難、そのため喜びや悲しみ、興味などを他人と分かち合えない、状況に応じた行動調整が困難、年齢相応の友人関係が築けないといった問題が生じます。特に幼稚園、小学校と集団生活を始めると、対人関係の困難さが目立つようになります。本人は見られているといった意識も低いために、周囲の状況や相手を意識しないマイペースな言動をとってしまったりします。またコミュニケーションと対人関係の両方に関連した特性として、比喩や冗談、皮肉などの人の気持ちが現れている言葉が理解できなかったり、言葉や反応を誤解して捉えてしまうこともあります。そして強いこだわりでは、他の人には無意味に思える手順や儀式に執着する、興味の対象が限定されていてこだわりの程度が普通ではない、一定の行動、例えば手を叩く、くるくる回るを何度も繰り返すといった症状が見られます。そして一つの考えや行動に強くこだわるため、気持ちや行動を切り替えることに難しさがあり、また柔軟性に欠けることがあります。